無垢の巨人が生きながらえていたのは、光るムカデに寄生していた原生生物のおかげ。何それ、気持ち悪い。マトリョーシカみたいだな。先にショートの97番から101番まで見て。生物の中には何かしら別の生物が寄生している。それらを内生生物といい、常在菌なんかもそれにあたる。シロアリのカースト制度に例えると、ユミルの民の中には漏れなく光るムカデの食技がいる。無垢の中には光るムカデの兵器もいて、知的巨人の中には光るムカデの王と女王もいる。光るムカデはユミルの民に力を与える代わりにユミルの民を食べているってことだよね。そう、ユミルの民は北欧神話の旧世界の人間の祖アスクとエムグラという霊木の子孫なんだ。つまりシロアリである光るムカデが木であるユミルの民を食べているのか。でもさ、だったらいつかは光るムカデがユミルの民を食い尽くしちゃうよね。ユミルの民の中にいる食事は普段は何をするでもなく、ちょっとだけ他の民族よりは優れている程度しか力を与えていないのかもしれない。つまり省エネタイプ。無垢の巨人の中にいる光るムカデは兵器。おそらく無垢になる注射液の中にはこの兵器の光るムカデの幼体が入っている。幼体だから小さくて見えないってことかな。幼体が入ってきたら、もともといた食技は急いで幼体を生体に育て上げる。そのための食技なのだ。無垢の巨人は兵として働かなければならないので消耗するはず。無垢の巨人はおそらく先祖返りでもして木として光合成をしてはいると思う。でもシロアリって生木はあんま食べないはずだよね。そう、でも木の表層部分ってあれ死んでるんだよね。死んでる？それにシロアリは生木も食べるし、動物の死骸さえも食べるんだ。動物の死骸？北欧神話では知的巨人と無垢の巨人の元ネタは死体。ってことは無垢の巨人は光合成してもどんどん光るムカデに食べられちゃうんじゃないの？そこで役に立つのが光るムカデの中の原生生物。マトリョーシカ。シロアリの中には原生生物が寄生している。その原生生物が木のセルロースを分解し、高効率で高エネルギーにするんだ。無垢が木として光合成してセルロースを作り上げ、光るムカデがそれを食べ、原生生物が高効率で高エネルギーに変えて光るムカデが消費するってことか。無垢を維持するには高エネルギーが必要だけど、原生生物が高効率でユミルの民の死体を分解しているから、いつまでも変わらないように見えるのか。無垢の中のユミルの民が形を失っていくのは分解されているからなんだろうね。ってことは無垢は永遠に生きられるわけではなく、地味に消費されているってことなんだな。もしかしたらそういうことかも。じゃあさ、知的巨人が13年で死んじゃうのはどういうこと？知的巨人は罪人の死者なんだ。無垢とは違い、生命力は与えられず、また無垢以上の力を発揮したり、人間に戻ったりと消耗が激しい。だから13年しか持たないのか。なんだかんだで僕は長生きしたっぽいけどね。次回、ヒストリアは茶色スズメバチ。